こんにちは、空手家コウキです。今回は試合のスタミナを飛躍的に上げる、僕自身がこれが一番効果が大きかったというとっておきの秘密を公開したいと思います。ちなみに最近登録してくださる方が増えてきて、あまり僕のことをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、スタミナを解説する前に少しだけ自己紹介をさせていただきます。一応見た目はこんなんですが、2008年、2012年、2016年の極真空手の世界大会を3連覇していて、2007年から2016年に引退するまでの約10年間延長戦に入って負けたことがなかったので、スタミナに関してはいろんな全日本選手にどうすればそんなスタミナがつきますか、どんな練習をしていますかって聞かれる立場にはありました。ただ現役当時はやっぱり自分が勝ちたかったので、本質的な部分に関しては秘密にしていました。例えば以前こちらの動画で詳しくお伝えしましたが、相談に来る選手たちにスタミナをつけるためにやっている普段の稽古を聞くと、中には2分10セットやっていますとか、毎日10キロマラソンをしていますと、そのメニューをやっていたら確実に延長戦になった時にスタミナ切れしてしまうよねというような間違った練習をしている選手たちも少なくありませんでした。そこで今回は僕が現役の頃に取り組んで圧倒的成果をもたらし、スタミナアップに大きく貢献してくれたスーパーアイテムとその活用法についてお伝えしたいと思います。もし以前の動画をご覧いただいていない方で、先ほど言った2分10セットや10キロマラソンの稽古などがなぜ間違っているのかがわからない方は、動画の概要欄に先ほどの動画のリンクを貼っておきますので、こちらの動画を参考にしてみてください。今回の動画の内容はスタミナをアップさせるために必要な知識とアイテムの紹介、そしてそれを応用することでなぜ試合でスタミナ切れしなくなるのかが分かる大きなメリットを3つお伝えしますので、試合に勝ちたい、スタミナ切れしない選手になりたいって方はぜひ最後までご覧ください。ちなみにまだ僕のチャンネルを未登録の方はまだチャンネル登録しなくて大丈夫です。これまでの動画も自信を持ってお勧めできる内容ばかりだったと思っていますが、今回の動画もスタミナアップしたい人にとっては間違いなく、めちゃくちゃ有益な情報になりますので、最後まで見てなるほどとか、これは有益だったなと思った時は、チャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇した高傑の過去の試合動画や実際に効果の大きかったトレーニング理論、今回のようにスタミナを簡単に向上させる方法など、見れば 100% 強くなる動画を更新していきますので、ぜひ参考にしていただき、これからも一緒に強くなりましょう。おっす。まず今回の動画の内容で大切になってくるスタミナを向上させるために不可欠なキーワードをご紹介します。それは心拍数です。なんで心拍数がスタミナにそんなに大きく関係してくるのという話をする前に、心拍数をスタミナに生かすために僕が使っていためちゃくちゃ便利なアイテムをご紹介します。それがこちらになります。皆さんこれ見たことありますかね。これハートレートモニターというリアルタイムで現在の心拍数を腕時計型などの受信機に送信してくれる、よくマラソンをされている方とかがつけてたやつですね。ちなみに現在はこうやって腕時計だけで腕でこう心拍を測りながらこう見るっていうものがメインになっていていますが、これつけたままミットをするとすぐ壊れてしまうので、空手家の方はこういった別々になっているものを購入することをお勧めしています。ちなみに僕現役時代はこうやってハートレートモニターなどを使って練習している人がいなかったので、これがそんな簡単に壊れるって知らなかったので、これをつけてミットをやって2回壊してしまってます。結構修理費とかもかかってしまうので、空手家の人は一体型は絶対やめた方がいいです。また当時はこうやって別々になっているものは安くても 3,4 万円が相場でしたが、最近はスマホと連動型になっていて、このハートレートモニターだけを買えばスマホが受信機になってくれるっていうものもあって、昔よりもかなり気軽に取り入れることが可能になっています。今回説明すると長くなってしまうので、安静時の心拍数についての基礎知識は省略しますが、トレーニング時に大切になってくる最大心拍数だけは簡単に説明します。これは超簡単な計算式があって、はい、この220マイナス年齢という公式に当てはめるだけで、その人の年齢の平均的な最大心拍数を割り出すことができます。ただこれ個人差があって、この出てきた数字プラスマイナス10程度のズレがあると言われているので、あくまで一般的な基準値であり、この後、ご説明しますが、本当にスタミナを向上させたい人は必ず毎回記録を残しておき、自分自身の最大心拍数を正確に把握しておくことをお勧めします。
あと1点ご注意していただきたいのですが、最大心拍数まで上げるようなトレーニングは体への負担が大きいため、持病を持っている方や壮年部の方はかかりつけの医師に必ず相談の上でトレーニングを行うようにしてください。さて、ここからようやく本題です。心拍数を理解することで得られるびっくりするようなメリットをお伝えしていきます。ちなみにメリットは大きく分けて3つ。3つともかなり重要なんですが、1つ目と2つ目を聞いた後にそれら2つを応用していられる3つ目のメリットが本当に試合の勝敗を大きく分ける知識なので、もうこれに関しては期待してみておいてください。では、心拍数を理解することで得られる大きなメリット1つ目です。1つ目は身体的な負担を数値化できる。つまりスタミナ稽古の質を数値化することで体調や気分によって稽古の質が左右されなくなるです。どういうことかというと、人はどうしてもその日の気分や体調によって同じ練習をしていてもきつく感じる時もあれば楽に感じる時もあります。すると本当は限界じゃないのにもう限界まで追い込んだと思って一番大切な最後の一絞りを出し切るところまで追い込めなかったりするんですが、心拍数はそういった気分ではなく数字で身体的負担を教えてくれるので、自分自身に嘘がつけなくなります。日頃から記録していると、この数字ってことはまだ追い込めてないなってことに気づけるようになります。なので稽古のムラをなくし、毎回肉体の限界まで追い込むことが可能になります。そうすれば当然スタミナ稽古の質や練習効率が上げられるようになり、スタミナアップが最短で実現できるようになります。続いて大きなメリット2つ目。2つ目は感覚でしかなかった自分の運動量が数字でわかるようになるです。ちょっと表現が分かりづらいので簡単に説明していきます。心拍数を計測した稽古を繰り返すと数ヶ月もすれば心拍計を見なくても感覚でかなり正確な心拍数が分かるようになります。すると初めは心拍数を教えてもらうための道具だったハートレートモニターも答え合わせの道具になります。例えば練習中に、このしんどさのこの息の上がり具合だと心拍数は178ぐらいだなといった感じで、その数字を頭で思い浮かべた後にパッと見て、今やっぱその通りだったなっていう形で確認する道具として使えるようになります。これ繰り返すとだいたいプラスマイナス1とか2ぐらいで正確に分かるようになってきます。そこまでできるようになると、この手数を出すと心拍数はこのくらいとか、ここまで心拍数を上げると維持したまま動けるのは何秒くらいといったことも割り出せるようになってきます。すると試合中にその心拍数と相談して、今は行って試合を決めるべきか、回復に当てて延長戦に備えるべきかなど明確な理由を持って判断できるので、予想外のスタミナロスがなくなって勝ちにつながりやすくなります。お待たせしました。心拍数を理解することで得られる最も大きなメリットとなる3つ目。それが試合中のスタミナ配分を数値化して管理できるようになるです。ここから先の話は試合の勝敗に直結する内容なので集中して聞いてください。メリット2つ目で説明した心拍数を感覚で正確に割り出せるようになることができるようになったら、次にやるのが心拍数を何回まで上げると回復にどのくらいの時間がかかるようになるかを記録していき割り出すことです。具体的に例えば僕が、35歳の時につけていたデータをご紹介すると、最大心拍数は193で、ミッドだと175から180までのペースで維持をする形であれば、ラッシュも2分間止まらずに出し続けられる。組手だと175までのラッシュなら 1,2 回の深呼吸の時間を確保できれば呼吸が整うから、試合中でも大きなリスクなく使うことができる。心拍数188を超えるラッシュをすると20秒近く呼吸が整わないので、その間の打ち合いはハイリスクになってしまうので、試合だったら判定前など呼吸の時間が確実に取れる場面以外では188を超えるようなラッシュはしないなど、こういったデータを取っていつどこまで上げられるのかを明確にしていくようにします。これを日頃からやっておくと、当時の僕の試合中の感覚だとまだ1分あるのに180まで上げちゃったから一旦引いて最後のラッシュのために10秒ほどごまかして今回は回復を優先しようとか、今の心拍まで上がってると最後の全力ラッシュで動けるのは20秒くらいだからラスト20秒でラッシュを仕掛けようとか、今のままだとラッシュをかけても引き分けにされるので本戦のラッシュの打ち合いになっても175以下にとどめて相手の手数を出させることで延長戦の序盤でペースを取れるように調整しようといった判断がかなり正確にできるようになります。ここまで聞くとお分かりいただけると思いますが、自分のその時の運動強度、ラッシュできる時間、回復までの時間などを数字で正確に理解して戦っている選手と、なんとなく感覚だけでやっている選手では延長戦になった時に残しておけるスタミナの量が全く違ってくるんです。今回ご紹介した心拍数の活かし方などを取り入れてデータを取っていただくだけでかなり有利に試合をコントロールできるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。
ちなみに試合中にまだそんなこと考えられないよという方は、怪我をしないような配慮したライトスパーリングでいいので、考えながら組み手をするという経験をどんどん積んでください。組み手中に考える癖がない人は、試合の流れをコントロールすることができないので、当然スタミナ切れも起こしやすくなりますし、トップレベルの選手の前に立てば遊ばれてしまうので、そのくらいなら考えられるそうって思えるレベルになるくらいまではライトスパーで経験を積み重ねてください。いかがでしたか？僕みたいな普通の人が試合で勝ち続けることができたのは、優秀な指導者、最高の仲間、陰で支えてくれる方々がいたことは絶対切り離せない事実ですが、一方で延長戦でスタミナ負けしなかったのは、こういった科学的な知識や理論が空手界では未発達で、ほとんどの選手がこういったことを知らなかったので、最新理論を学んで取り入れるだけで他の選手と容易に差別化することが可能だったからです。これは僕にとってかなり大きなアドバンテージでした。だから公開しておいてなんですが、そう思うと今の選手はこうして YouTube でいくらでも知識が共有される時代だから大変だなと思います。今回ご紹介した心拍数を理解することで得られる大きなメリット3つ。1つ目が数値化することで体調や気分によって稽古の質を左右されることがなくなる。2つ目、感覚で知らなかった自分の運動量が数字でわかるようになる。そして3つ目が試合中のスタミナ配分を数値化して管理できるようになるでした。もし動画1回でうまく内容が理解できなかった方は、繰り返しメモを取りながら見ていただければと思います。具体的に心拍数を使った練習メニュー作りや日頃の心拍データの取り方、試合当日の心拍数の活かし方などについては、もうちょっとこの動画を知った上でさらにマニアックな超上級者向けになってしまうので YouTube 向けではないため省きましたが、それ以外にもスタミナに関する技術や情報はたくさんあるので、これからの稽古メニューなど機会を作って紹介していきたいなと思っています。いかがでしたか？もし今回の内容を見てなかなか良かったなとか学びがあったなと思ったらチャンネル登録お願いします。また今後の投稿を見逃したくない方は、こちら登録後に出てくるベルマークをタップして、その後に全てを選択していただくと更新を見逃さないで見ることができますので、よかったらベルマーク全てをタップお願いします。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。